皆さんこんばんは、さちです。今回はチフレとネイルホリックを使って大人きれいめなツイードネイルをやっていきます。オケージョンネイルとしてもおすすめです。それではやっていきます。スタート。ベースコートは D アップのストロングガードを使いました。まずはダイソーで購入したマスキングテープを使います。マスキングテープを適当な長さにカットします。カットしたら肌にペタペタして粘着力を少し弱めておきます。そうしたら親指の根元3分の1くらいを開けたところに貼ります。まっすぐになるように貼ってくださいね。薬指にも同じように貼ります。チフレの245番を使います。245番をテープよりも下に塗っていきます。あまり厚く塗りすぎちゃうとテープを剥がすときにカラーがよれやすいので、厚塗りしすぎないように注意しながら塗ってください。薬指も同じように根元に塗っていきます。テープは太いものよりもこれくらい細めの方が歪まずにまっすぐ貼りやすいです。人差し指と小指は245番を全体に塗っていきます。サイドが絶妙なくすみローズカラーですごく大人っぽい手元に仕上がるカラーですよね。お仕事でも使いやすいんじゃないかなと思います。チフレの243番も似たような色味ですが、243番よりもさらに深みが増したようなカラーです。中指にはチフレの614番を使います。透け感発色のいちごミルクカラーです。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。カラーが乾いたらマスキングテープをゆっくり剥がします。少しよれちゃったので除光液を含ませたウッドスティックで優しく修正します。テープを剥がしたら今度は爪先の空いている部分に614番を塗ります。根元のピンクの部分にはみ出さないように気をつけながら塗ってください。薬指も同じように爪先に塗ります。爪先部分はツイード柄にするのでムラは気にしなくて大丈夫です。他の指は2度塗り目を塗っていきます。このカラーはムラになりにくいので初心者の方でも扱いやすいと思います。単色塗りでもすごくおしゃれ見えするから時間がない時とかはこれ一つで仕上げても可愛いです。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。カラーが乾いたら親指と薬指の爪先だけ2度塗り目を塗ります。実目が透けるのを防止するために2度塗りしますが、透けが気にならなければ2度目は塗らなくて大丈夫です。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。245番をもう一度使います。ペーパーパレットと細筆も使います。245番をパレットに少しだけ出して細筆全体になじませたら、親指の爪先部分にランダムに縦線を描いていきます。曲がったり太さがバラバラになってしまっても全然大丈夫です。割と雑に描いてもそれなりに仕上がるので綺麗に描こうとしなくてもいいですよ。ラインの長さも適当で OK です。今度は縦線と交わるようにランダムに横線を描いていきます。このラインを描く作業が難しそうと感じる方も多いかなと思いますが、他のカラーのラインも増えていくと一つ一つのラインの粗が目立たなくなるので、チェック柄のようなラインがくっきりしたデザインに比べたら本当に簡単にできちゃいます。だいたい描けたらバランスを見て足りないところに描き足します。こんな感じ。使用した細筆は薄め液をキッチンペーパーに含ませて優しく拭き取ると繰り返し使います。薬指の爪先にも同じようにラインを描いていきます。
使ってる細筆はダイソーのラインと書いてあるものになります。一時期欠品なのかどの店舗も全く置いてなかったのですが、最近は結構たくさん置いてあります。100円とは思えないくらい書きやすくてすごくおすすめなので、見かけたらぜひ購入してみてください。キャンドゥのライナー筆も試してみたけど、ダイソーの方が使いやすいです。中指は全体にラインを描いていきます。ツイードは色の組み合わせを変えて楽しめるデザインなので、やり方を覚えてしまえばアレンジ無限大です。春になったら水色と黄色の組み合わせとかすごく可愛いと思います。夏ネイルにツイードはあまりやらないと思うけど、春秋冬には大活躍なデザインなので、季節に合わせて配色を変えていろいろな雰囲気を楽しんでみてください。お洋服の色に合わせて配色を考えるのもいいですよ。ここでは乾燥時間は取らなくて大丈夫です。ネイルホリックの WT080 番を使います。先ほど描いたピンクのラインの間に同じように縦横ランダムにラインを描いていきます。隙間を埋めるような感じでバランスを見ながら描いてください。使っている品番は今は廃盤になってしまっているので、お持ちでない方はリニューアル後の WT017A という品番のものを購入してください。ネイルホリックの細筆はハケの長さや太さがちょうど良くて、こういうラインもすごく描きやすいです。リニューアル後のラメカラーなら使ったことがあるけど、ハケの使用感は今までのものとそんなに変わらないかなと感じました。薬指と中指も同じようにホワイトで隙間を埋めていきます。そういえば2月中旬にネイルホリックから新色が出るんですが、なんと50色も発売されます。すでにチェック済みの視聴者さんも多いかなと思いますが、モードカラーが20色、フレッシュカラーも20色、ラメカラーが10色新しく発売されます。ネイルホリックさんから一足先に商品をいただいたのですが、まだ全部塗れてないけどラメカラーが可愛すぎてテンション上がりました。せっかく全色いただいたのでカラーチャート動画を作成しようと思って50色の撮影頑張ってます。50色も塗るのはかなり大変なので数日に分けて撮影してますが、塗ってはオフしてを繰り返してるので親指がもげそうになってきました。皆さんのお買い物の参考になるように撮影頑張ります。ここでも乾燥時間は不要です。チフレの006番を使います。006番で隙間が気になる部分に縦横ランダムにラインを描いていきます。ラインを描くというよりも適当に隙間を埋めていくイメージです。この辺寂しいなぁと感じる部分に重ねてください。チフレの細筆ラメはザクザクの大粒ラメなので存在感があってアクセントにぴったりです。ゴールドが入ると一気に華やかになりますよね。こちらの細筆はブロンズカラーもあるので、もう少し落ち着いた印象にしたい方はブロンズの方を使うといいですよ。ラインの歪みが気になる部分とかがあれば、その部分にもこのラメを重ねてしまえばごまかせます。こんな感じ。薬指と中指も同じように隙間を埋めていきます。実はこの動画を撮影した後、乾かしている間に片付けをしていたら油断してちょうどツイード柄の部分をぶつけてしまいました。ぶつけたところは少しよれてしまったんだけど、よれたところにこのラメを足してトップコートを塗ったらほぼわからないくらいに修正できました。ワンカラーに比べたらツイードはよれたところをごまかしやすくて修正しやすいデザインです。ぶつけたのがツイード部分で良かったです。皆さんは乾かしている間はじっと待つ派ですか？私はいつも片付けしたり動画編集したりしてるのですが、片付け中にぶつけちゃうのってポリッシュでは結構あるあるですよね。人差し指と小指の爪先に横ラインを1本描いていきます。だいたい爪先1/3くらい開けたところに描きます。
まっすぐになっているか確認しながらゆっくり描いてください。ラインが描けたら3分くらい乾かします。セリアで購入した和柄シールを使います。使うのは下にあるラインのシールになります。ジャンコードはこちらです。他のシールにもこういうラインのシールが入っているものがあるので、お手持ちのシールを使ってくださいね。親指のツイードの境目にラインテープを貼ります。端の部分は少し開けて貼ると浮きにくくなります。反対側も少し短めのところでカットします。薬指も同じように貼ります。実はこういうラインテープを貼る作業がすごく苦手です。シリコンペンを使ってしっかり密着させてください。仕上げにトップコートを塗ります。縮み防止のためにキャンメイクを塗って30分くらい乾かしてからネイリストを重ねて仕上げます。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。ツイードネイルの完成です。ちょっぴり甘さもありつつ上品な雰囲気で年齢問わず楽しめるデザインだと思います。根元だけくすみローズなのが可愛いですよね。使用したものをまとめます。右手はこんな感じ。利き手にツイードを3本は大変なので2本だけにしました。完成したものだけ見ると難しそうだけど、実際は適当にラインをたくさん描くだけなので見た目ほど難しくないですよ。試しにネイルチップに塗ってみるのもいいと思います。ぜひ挑戦してみてくださいね。次回は2月の誕生石アメジストネイルをご紹介します。次回も楽しみにお待ちくださいね。またねー。